不動産屋さんの怪談です。これは東京にお住まいの不動産業者の50代の男性、仮名ですが平田さんからいただいたご自分の子供時代の体験談です。当時平田さんは東京の足立区に住んでいました。そして年に数回はお母さんが平田少年とお兄さんを連れて茨城の実家に帰省していたそうです。茨城の某駅から徒歩で5分のところにお母さんの実家はありました。その実家には祖父母が住んでいたのではなく、お母さんのお姉さんとその2人の息子、つまり平田少年にとってはおばさんといとこのお兄ちゃんたちが住んでいました。ですから毎回いとこのお兄ちゃんたちと遊ぶのが楽しみでした。その実家ですが、古い木造の平屋で戦後すぐに建てられたということでした。小さい平田少年にとってはその古い家の中にいるだけで怖かったそうです。特に怖かったのは8畳ぐらいの居間で、そこにはご先祖の遺影がずらりと飾られていて、その古い遺影写真の顔がとにかく恐ろしかったということです。また駅近にもかかわらず、田舎ですから家の周りには森林が多く、一人で出歩くのも勇気がいりました。そして夜寝るのはいつもその古い家写真が飾られている居間だったのです。ところで平田さんは幼少期の頃から霊感があり、その頃は自覚はありませんでしたが、子供時代はいろいろなものが見えていたそうです。その子供時代の体験で大人になった今だから確信持って言えることがありました。夜中何度か家の目が動いて平田少年を見つめていることがあったというのです。特に和服姿で上半身が写っている白黒写真の男性はいつも平田少年をじっと見ていたそうです。その写真の男性は肌が浅黒く、黒目が普通より少し大きかったのが特徴的でした。さて、お母さんの実家に滞在してしばらくしたある日のことでした。平田少年はおばさんからお小遣いをもらったので、歩いて5分の駄菓子屋さんに行こうと思いました。そしてウキウキしながら玄関を出て、家の門から通りに出た時でした。平田少年の真ん前に大男が立っていたそうです。それは映画のスター・ウォーズのダース・ベイダーにそっくりな大男で、ただ和服姿で目の前に仁王立ちしていたのでした。まだ幼い子供の目からは、その正体不明の大男の印象は、まるでヘルメットと顔が一体化して、目が丸く黒目しかなく、皮膚も黒く、身長は2メーターはあろうかという感じに見えました。そしてグーグーという息を吐くたびに雑音を発していたそうです。子供にはそれはまさにダース・ベイダーのようで、生きている人間なのか怪物や妖怪なのか分かりませんでした。そして早く逃げないとこの大男に殺されてしまうと思ったそうです。そこで大泣きしながらすぐ門から玄関に引き返し、家の中に駆け込みました。平田少年はあまりに怖すぎたので、お母さんにもおばさんにも大男のことは話さなかったそうです。そして東京に戻るまでは一歩も実家から出なかったということでした。それから東京に戻ってからでした。平田少年は母子家庭でしたから、家族旅行もイベントも特になく過ごしていたそうです。ところで銀座の某デパートの中にある洋食店が持つ地下2階のまかない食堂があったのですが、平田さんの祖母は当時そこのまかない婦として勤めていました。それは小さなまかない食堂で、平田少年はその祖母が働いている食堂に時々遊びに行き、お昼を食べさせてもらい、祖母がダブルワークで働いていた日劇で映画を見るのが子供の頃のイベントだったそうです。さて、その洋食店のまかない食堂は地下2階にあると言いましたが、その建物には実は地下3階に続く階段がありました。
平田少年は毎回地下2階の祖母のいる食堂に行くときは、その下の3階に続く階段を横目に通り過ぎていくことになります。その下に続く階段をちらっと見ると、その中段から先は真っ暗で何も見えませんでした。3階に降りる手前にはバリケードがあり、立ち入り禁止のサインが常にありました。そこは平田少年の祖母からも、絶対あそこから下には降りてはダメですよ、と口が酸っぱくなるほど言い聞かされました。ただその理由が怖かったそうです。祖母はあの地下3階に続く階段で黒い影を何度も見かけたということでした。霊感は遺伝ですから、平田さんの霊感は元は祖母からのもので、祖母も黒い影が見えていたのでしょう。ただとにかく行ってはいけないということは平田少年にも分かりました。そんなある日、また祖母が働くまかないの食堂を訪ねていたのですが、平田少年はトイレに行きたくなったそうです。トイレに行くにはその地下3階に行く階段の横を通り過ぎなくてはならないので、見ないようにして行きました。でもトイレの帰りはどうしても地下3階への階段の入り口が正面真横になるので見えてしまいます。平田少年は早く通過してしまおうと足を速めようとした矢先、ぎょっとしました。その地下3階に通じる踊り場に、あの昔見たダース・ベイダーが立っていたのです。平田少年は全身が凍りつきました。その後はまるでスローモーションのように感じたそうです。そのダース・ベイダーのような大男はゆっくりと腕を伸ばし、小さな平田少年の両手をつかもうと前かがみになりました。その瞬間、恐怖で平田少年は大声で泣き叫んだそうです。するとその泣き声を聞いて祖母が驚いて飛んできました。それと同時にダース・ベイダーはスーッと消えていったそうです。もちろん平田少年はこのことも一切祖母にも母親にも話しませんでした。それから何年か経ってから一家は足立区から祖母が住む北区に引っ越しました。そしてその祖母が住む同じアパートの別の部屋に住むことになったそうです。祖母は朝5時から仕事に出かけ、帰宅は夜の11時でしたので、同じアパートでも会うことはめったにありませんでした。そんなある日、祖母の休みと平田少年が風邪で学校を休んだことが重なり、祖母の部屋で一緒にお昼を食べることになりました。すると初めて気がついたのですが、祖母の部屋には仏壇がありました。そしてそこには茨城の実家で見たのと同じ白黒写真の遺影があり、それは実家で夜自分をじーっと見ていたあの和服姿の男性の遺影でした。平田少年は驚いて祖母に、ねえおばあちゃん、この人誰？と聞いたそうです。すると祖母は、ああ、これはお前のお母さんのお父さんだよ、と言いました。つまり平田少年のおじいさんだったのです。そして平田少年がまじまじとその写真を見ると、あっと思ったそうです。あのダース・ベイダーの大男にそっくりだったのです。和服を着て色が黒く、黒目が多い目で、祖母曰く祖父は当時の男性としてはかなり背が高く、さすがに2メーターはありませんでしたが、大柄な人だったということでした。そして祖父は喘息だったので、呼吸をするときぜいぜい音がしたそうです。祖父は平田少年のお母さんがまだ2、3歳の頃に亡くなったそうで、あの平田少年が見た大男は小さい時は怖くて、それがまるでダース・ベイダーのように見えたのですが、それはおじいさんの霊だったということです。あの時はお盆の時期でしたので、おじいさんは幼い娘2人を残して亡くなったので、娘たちと未亡人となった妻を心配して様子を見に来ていたのかもしれないと平田さんは思うそうです。
幼かった娘たちも立派に大人に成長して、実家では自分の孫まで連れてきていたので現れたのではないか。そしてまかない食堂では未亡人として頑張っている妻と孫を見守っていたのだと平田さんは思うそうです。たまたま子供の方が霊感が鋭い傾向があるので、お母さんたちより平田さんの方がはっきり見えていたのだろうと言っていました。最後に余談ですが、そのまかない食堂のあるビルの地下3階ですが、戦時中に皇居や国会議事堂、首相官邸などを国の重要人物が移動するために掘られた地下通路の通気口か緊急脱出口の一つだったのではないかと、平田さんは最後に不動産屋さんらしい話をしてくれました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。